はい、それではですね、本日の講義を始めたいと思います。えー前回はですね、途上国の経済発展というものを考え始めたわけですけれども、その問題を考える上でですね、新国際分業論というのが参考になりますよという話をしました。で、新国際分業論によりますと、お先進国のですね、第二次世界大戦後、先進国でいずれもですね、非常に順調で急速な経済成長がしばらくの間ですね、1970年代の半ばぐらいまで成し遂げられたんですけれども、そういう経済成長を行う上で必要であった労働力ですね。その労働力の集合体、あるいは言い方を変えると、労働力のプールのことを、産業予備軍というふうに言っていたわけです。で、ただその産業予備軍はですね、今言いましたように、第二次世界大戦後、30年近くですね、続いた、経済成長の結果としてですね、1970年頃になってくると、枯れ果ててきた、要するに産業予備軍が、先進国の中でいなくなってきたわけです。人手不足になっていったわけですね。そういったことを受けて、70年頃からですね、先進国に本拠地を置いているですね、大企業、資本主義的な大企業はですね、多国籍企業になりながら、要するにその世界展開していきながら、発展途上国にですね、新たな投資先を求めて、生産活動の移転、工場なんかをですね、発展途上国に建てるというようなことをですね、行うようになっていったわけです。先進国にはもう人手不足問題が生じているというふうに言いましたけれども、途上国にはですね、農民セクターにその頃、ほぼですね、無尽蔵な労働力がいたわけであります。で、そういう、豊富な労働力をですね、低賃金で使うために、多国籍企業がですね、先進国から離れて、途上国へとですね、進出していったわけであります。で、多国籍企業がですね、先進国から途上国へと進出していくとですね、その進出先で、工業化が進むわけです。で、新国際分業論の論者の方たちはですね、こういうその多国籍企業によるですね、途上国の、工業化のことをですね、途上国の経済発展と考えたわけであります。はい。以上がですね、前回紹介した新国際分業論の復習なんですけれども、ではですね、こういう新国際分業論の問題点は一体何なのかということをですね、これから少し皆さんと考えてみたいというふうに思います。前回、その批判的に検討するっていうですね、そういう言葉を皆さんに紹介しましたけれども、人の言ったことといいますか、その、まあ、立派な理論であってもですね、その理論を、そのいいところだけを見るのではなくてですね、
やっぱりですね、問題点もですね、きちんと批判しなくてはいけないわけです。で、その申告再分業論の問題点をですね、まとめたのがですね、このスライドのに書いてあることです。で、前回の講義ではですね、申告再分業論は、世界経済の構造をですね、その中心の先進国とですね、周辺の発展途上国からなるものとして、重層的に捉えているんだというふうに言いました。がしかし、実はですね、こういう、世界経済の構造に関するですね、単純な二分法、2つに分けるやり方、中心と周辺というですね、分け方にはですね、分け方では、やはりですね、不十分ではないかということなんです。で、それはなぜ不十分と考えるかというと、こういう二分法、2つに分けて、捉えるやり方ではですね、前回の講義の前半で見たようなですね、近年の途上国の中、途上国同士の間で見られる、経済的なパフォーマンスのですね、著しい経済的な違い、格差、前回紹介したのは、東南アジアの発展とですね、サブサハラアフリカの停滞というコントラストであったわけですけれども、こういう対称性をですね、単純な二分法、中心と周辺に分けるという単純な二分法ではですね、捉えることができないわけであります。そして、近年ですね、新国際分業論が適用できないのはですね、明らかに、サブサハラアフリカの方であります。東南アジアかサブサハラアフリカという2つの地域で言うならば、新国際分業論が適用できないのはサブサハラアフリカであります。でその一方で、東南アジアについてはですね、これは前回も申し上げましたように、割とですね、順調に、経済発展しているわけですから、どうもですね、新国際分業論が、そのままですね、適用できるんではないかなというふうに思われるわけです。その辺のところをですね、東南アジアとサブサハラアフリカ、それぞれについてですね、見ていきたいというふうに思うわけです。ただですね、新国際分業論ではですね、どうでしょうか。途上国の経済発展というものは、え途上国の内部からですね、これは自然と盛り上がって、自然と湧き起こってきたものではないわけです。そうではなくて、この周辺である途上国の経済発展はですね、中心である先進国との結びつきの中で起こったものであるわけです。従いまして、新国際分業論を踏まえるならばですね、東南アジアとサブサハラアフリカの経済発展の問題を考える場合にもですね、それらの地域と対になる先進国との結びつき、今問題にしている東南アジアだとか、あるいはそのサブサハラアフリカといった途上地域とですね、
特別な関係にあると思われる先進地域との結びつきをですね、重視する必要があるわけです。そこでですね、この講義では、東南アジアと対になる先進地域、国をですね、日本とします。これはですね、長い歴史を考えてみると、これは東南アジアと非常に深い関わりを持って、つまり東南アジアの工業化とですね、深い関わりを持っていたのはやっぱり日本であるわけです。で、そして、日本を中心として、で、さらに東南アジアを周辺とするですね、地理的な一塊というものを想定して、これをですね、ここに書いてますが、東アジアコンプレックスと呼ぶことに、したいというふうに思います。コンプレックスというのはですね、これはご存知と思いますけれども、複合体っていうんですね。中心と周辺との結びつきがですね、一つのですね、有機的な複合体を形成しているということです。で、もう一方のサブサハラアフリカと対になるようなですね、特別な関係にある先進地域は、西ヨーロッパであります。西ヨーロッパとアフリカはですね、奴隷貿易以来、これはやはり浅からぬ因縁があるわけです。そして、西ヨーロッパを中心として、さらにサブサハラアフリカを周辺とするですね、地理的な一塊を想定して、これをですね、ここに書いてますが、西ヨーロッパアフリカコンプレックスと呼ぶことにしたいというふうに思います。で、この農業経済学の講義なんですけれども、今日を入れてですね、あと4回行う予定なんですけれども、東アジアコンプレックスと、西ヨーロッパアフリカコンプレックスに、それぞれ2回ずつ当てて、お話をしていきたいというふうに思います。で、そのうち、本日はですね、東アジアコンプレックスをですね、中心先進国である、日本の側から見てみたいというふうに思います。はい、それでですね、今からはですね、第二次大戦後の日本経済という内容でお話をしたいというふうに思います。第二次大戦後の日本経済、1945年に第二次世界大戦が終わったわけですけれども、それ以降の日本経済というとですね、しばらくはですね、経済復興と経済成長というものによって、彩られていました。で、その復興と経済成長を支えた労働力に注目するとですね、そこで非常に特徴的、他の先進国と比べて特徴的であったのは、国内の農業から供給される豊富な労働力、それがですね、日本では非常に重要な意味を持っていたということであります。戦争でですね、
都市の産業が壊滅的な打撃を被りました。で、その結果はですね、都会でも働く場所がないわけですから、人々が農村へとこう流れていって、農村に過剰人口が存在しているというのが、戦争が終わった直後の状況でした。そういう農村の過剰人口もですね、戦後の経済復興と経済成長の過程でですね、また、都市へとですね、流れていったわけであります。こういう農村にいた人口というものが、経済成長に重要な役割を持っていたということなんですが、その一方でですね、第二次大戦後の日本では、他の先進国では非常に重要な意味を持っていた、外国からの移民はですね、マイナーな存在でした。これはですね、前回もお話ししたことです。そこで、今からはですね、国内の農業から供給される、労働力に、注目しながらですね、第二次大戦後の日本経済の流れをですね、追ってみたいというふうに思います。そして、そういう流れを追う中でですね、これは現代につながる話ですけれども、1980年代の中頃からですね、日本企業の対外直接投資、つまり、外国で事業を行うために資本を投下すると、企業が資本を投下するということが、急速に増加していったんだということを明らかにしたいというふうに思います。なお、これからはですね、第二次大戦後の時期を1970年頃と1985年頃を境にして、3つの時期に分けてお話をしたいというふうに思います。つまり1970年以前と、それから1970年から85年までの時期と、そして1985年以降というふうにですね、3つの時期に分けてですね、今からお話をしたいというふうに思います。で、まずですね、その1970年以前はですね、どうであったのかというとですね、この頃の農家から農業以外の工業等の産業へのですね、労働力の移動というものは、2つの特徴を持っていたというふうにこう言われています。で、この資料の中で、この並木正義さんという方がですね、この岩波新書として、1960年頃に、すいません、1960年に出版された農村は変わるという本の中でですね、この頃の状況をですね、リアルタイムに、目の前で見ながらですね、書いているわけです。で、それによるとですね、この頃の農村から都会に出ていく人たちの特徴というのは、一つはですね、若い人たちであった。若年労働力って書いてますが、若い人たちであったということですね。ここに若年労働力と書いてますが、そして、もう一つはですね、農村をもう離れてしまって、都会に移住していったということです。これを4文字の熟語で、コートリソンというふうにこう言ってるわけですね。
まとめて言うと、1970年以前はですね、若年労働力の高度理村が中心でした。がしかし、いくらですね、若い労働力でも、その長男とですね、そのお嫁さんに象徴されるですね、農業の後継ぎになるような方たちはですね、家に残っていました。つまり家を維持しながらですね、その、家の維持にとって、当面ですね、ちょっと失礼な言い方になるかもしれませんけども、必要のない方たちがですね、都会へとですね、向かっていっていたわけです。ですから、都会に流出していったのはですね、後取りにならない方たちでして、典型的にはですね、次三男とかですね、農家さんに嫁がないですね、娘さんが中心でありました。というとですね、皆さんもあまり兄弟がいない、世代になっているので、その長男とお嫁さんが家に残ったら、もうあんまり都会に行く人はいなかったんじゃないかというふうに思われるかもしれませんけれども、この頃はですね、兄弟がすごく多かったので、家に残った方たち以外もですね、相当の方たちがいらっしゃって、都会に流れていっていたわけです。で、この時期にですね、制定された法律がですね、農業に関する基本法が、1961年のですね、農業基本法と言われるものであります。がしかし、この農業基本法についてですね、理解してもらうためには、その1961年の前の年である1960年に公布された、国民所得倍増計画というものについて、ご理解していただく必要があります。この国民所得倍増計画というのはですね、読んで字のごとく、経済成長を通じてですね、国民1人当たりの所得を倍にするというですね、壮大なものでありました。計画期間は10年ですから、10年間で国民の所得を倍にするという計画であったわけです。で、そうやって経済成長を行おうとするとですね、その経済成長の中心的な産業である工業などにですね、大量の労働力が必要になるわけです。で、その経済成長に伴う労働力の増加をですね、国民所得倍増計画は、約2000万人と見込んでいました。1900数十万人なんですけれども、見込んでいました。このですね、1900数十万人をどうやって調達するのかということが問題になるわけです。国民所得倍増計画はですね、1900数十万人のうち、新規学卒者、つまり、学校を出たばかりの労働力で補充できる分を約ですね、1700万人と見込んでいました。がしかし、必要なのは、1900数十万人ですから、200数十万人、足りないわけです。人手不足になるということが、見通されていました。ですから、この頃ですね、高校を卒業して、就職する人のことをですね、要するにすぐに労働力化すると
いう方たちを、大学に行かないですぐに労働力化する方たちのことをですね、金の卵などといってですね、もてはやしたものです。それはともかくとして、その国民所得倍増計画は、この約200数十万人の不足する労働力をですね、農家を中心とする自営業者から調達するとしていました。でなおですね、先ほど新規学卒者が1700万人いるというふうに言いましたけれども、その新規学卒者の中にはですね、この当時まだかなりの数の農家出身者、農家の子どもが含まれていました。ですから、今言った200数十万人がですね、農家出身者のすべてでは、ありません。もっと多かったわけです、農家出身者というのは。でただですね、農家から、人を調達するというふうに、簡単に言いますけれども、農家にいる人の多くはですね、実際に、農業をやっていたわけです。農村で、半失業状態の人たちがですね、終戦直後にはかなりいましたというふうに前回言いましたけれども、そういう人たちもですね、1960年頃には、もういなくなっていました。したがって、実際にですね、農業をやっている人たちを農業から引き離して、農業以外の産業に動員するということがですね、必要であったわけであります。この国民所得倍増計画の翌年に出た農業基本法はですね、国民所得倍増計画が計算したですね、今言ったような、農村労働力の動員計画にですね、対応したものであったわけであります。農業基本法というのはですね、土地の基盤整備だとか、あるいは農業の機械化を通してですね、規模拡大する少数の自立経営を育てる。けれども、その自立経営にならないですね、大部分の農家さんからはですね、労働力を引き出して、農業以外の産業に、吸収していく。そういう政策であったわけであります。つまり、1961年の農業基本法はですね、自立経営を育てる一方で、多くの農家さんの労働力をですね、農業以外の工業などの産業に動員する。農家の労働力を農業以外の産業に供給する政策であったわけであります。がしかしですね、1960年代を通じて、農村から都市への労働力の流出はですね、徐々に減っていきました。これは当たり前のことでして、農村から都市へとですね、労働力を供給し続けると、農村ではですね、だんだんとですね、人がいなくなっていったわけです。ではですね、全くいなくなったのかというとですね、そういうわけではありませんでした。
この資料はですね、日本の雇用者総数、日本経済全体で雇われている人の中に占めるですね、農家兼業従事者というもののウェイトを示しています。つまり、日本の工業、商業、全産業のですね、雇われている人、雇用者の総数の中で、農家のですね、兼業従事者が何パーセント占めているのかということをですね、示したものです。で、今ですね、農家兼業従事者という言葉が出てきましたけれども、農家兼業従事者というのはですね、皆さん、もしかしたらご存知かもしれませんけれども、これはですね、住んでいる家は農家なんですけれども、自分はですね、農業以外の仕事にもついているという方たちです。農家に住んではいるんだけれども、自分自身はですね、農業をやっていないという場合もあります。もちろんですね、農業をやっている場合もあります。とにかく農家に住んでいて、農業以外の仕事もやっている方のことを、兼業従事者というふうに言っています。その兼業従事者がですね、日本の雇用者全体の中に占めるウェイトはですね、この表の一番右の列の数字を見ていただければ分かるんですけれども、1960年は 17% でした。で、それが、1970年にはですね、21% というんですから、若干ではありますけれども、増えていっていることが分かります。ただ、雇用者の中に占める率で見ると、わずかですが、実数ですね、雇われ兼業従事者の実数で見てみると、それは右から3列目ですけれども、1960年が411万人、単位は万人ですが、出会ったのがですね、一番多かった1975年には732万人にまで増えていってるわけですから、率はそれほど大きく伸びてはいなかったんですけれども、実数で見るとですね、結構増えたかなという感じです。でつまりですね、1960年代後半になってくると、先ほども言いましたように、農家を離れてですね、都会へと向かっていく若者の数は減っていったんですけれども、農家に住んでいるままで農業以外の仕事に就く人の数は、逆に増えていったということであります。でなおですね、兼業従事者の中には、自分自身は農業をやっている場合と、農業をやっていない場合とがあるというふうに、今言いましたけれども、それ以外にもですね、兼業従事者を分類する方法がいくつかあります。そこで、そういう分類方法の一つをですね、今から紹介しますと、それはですね、兼業従事者を、ここに書いてますが、出稼ぎとですね、それからここに書いてませんが、在宅通勤兼業に分ける方法です。で出稼ぎというのはですね、これは一定期間ですね、農家から離れて働きに行く人のことです。
出稼ぎの本拠地はですね、農家にありますので、出稼ぎはですね、先ほど言ったそのコートリソンのようなですね、転出者の中には、含めません。出稼ぎは、これはあくまでも兼業であります。で、出稼ぎをする方はですね、通常、農業にとって、大事な労働力の場合が多いので、これは転出しないわけです。がしかし、農閑期、農業が暇な時期にですね、土建作業、土木作業などの単純労働に携わる場合が多い。そして、農業が忙しい時期、農繁期になってくるとですね、収穫、田植えというような農繁期になってくると、農家に戻ってきてですね、農作業を行うわけです。それが出稼ぎですね。で、2つ目はですね、在宅通勤兼業です。それはここに書いてますね、在宅通勤兼業。で、在宅通勤兼業はですね、出稼ぎのように、農家を離れて働きに行くわけではありません。で、逆に、その農家に住んでいながらですね、そこから通勤する兼業であります。で、70年頃にはですね、先ほど、兼業が増えたというふうに言ってましたが、それはですね、実はその在宅通勤兼業が増えたわけです。ということは、70年頃ですね、農村で働き口が増えていったということですね。実際、1970年頃にですね、企業がですね、農村に進出していく動きが、ありました。これが、ここに書いてますが、農村工業化と言われる動きです。企業がですね、この頃、農村に進出していった理由はですね、都会で土地の価格が上がったりですね、あるいはその賃金が上がった。そういうことをですね、企業が嫌がったからであります。そして、こう農村に進出していった企業がですね、進出していった先の農村でですね、その企業が工場を建てたその周辺の農家の労働力をですね、在宅通勤兼業として、雇ったわけであります。1971年に農村地域工業導入促進法というですね、法律も制定されました。これは補助金を出しながらですね、企業が農村に進出していくということを、政府もですね、奨励したわけであります。こうやって農村工業化が進むとですね、在宅通勤兼業はもちろん増加しましたけれども、反対にですね、出稼ぎは、もう地元に働き口がこう増えてきたわけですから、わざわざ遠くに行く必要もなくなってですね、逆に出稼ぎはこの頃減っていきました。しかしですね、こうやってですね、最初の頃はこう高等理想の転出という形でもって、人が、都会へと流れていき、そして、70年頃からですね、今度は企業が農村に入ってきて、そこで、
農家がその在宅通勤兼業という形でもって雇われる。こういうふうにですね、農業から農業以外の他産業への労働力の流れ方というものはですね、時代とともに変化していきましたけれども、その農業以外の産業で雇われる人の中でですね、農家出身者が占める比率はですね、そうは言っても徐々にですね、こう減っていったわけです。で、ちょっとこの小さな、表ですが、もうちょっとですね、すいません。スライドショーにして、少し大きくめに、表示しますが、これですね、少し大きめに、表が出たかと思いますけれども、この表でですね、大きな表で、恐縮なんですけれども、丸4の数字ですね、に注目してもらいたいんですけれども、下から3分の1ぐらいのところにある、丸4の数字に注目してもらいたいんですが、これはですね、農業以外の産業で、新たに雇われる人の中でですね、農家出身者が占める比率です。1960年代の後半にはですね、新たに雇われる人の中で、農家から就職する人の比率はですね、この1965年の数字を見てもらえると分かるんですけど、42% ですから、4割程度いたわけです。要するに新しくですね、企業に就職する人の中で、農家出身者がですね、4割いたということですね、この頃ですね。新しく就職する人の中でですね、どうでしょうか、農家出身者が4割いるというのはですね、これは今の感覚からするとですね、なんかすごく多いなというふうに思うわけですね。しかし、この時点からさらに、十数年遡った、ちょっとこの表には、数字は出してませんけども、1950年頃まで遡ってみると、農業以外の産業で、新たに雇われる人の中でですね、農家出身者が占める比率というものが、大半であったというふうに言われていますから、1960年代中頃当時の感覚としてはですね、昔と比べると、もう半分切ったわけですから、農家出身者がずいぶん減ったなという感覚であったのかもしれません。はい、それでですね、で1970年にはですね、総合農政という言葉が、登場してきます。総合農政というのはですね、稲作の減反政策であるとか、あるいはその離農促進政策で、農家の労働力を農業以外の産業に、強力に動員することを目指した政策でした。減反政策というのはですね、その後長らく行われ続けてきているその米の作付け制限なんですけれども、それがですね、1970年頃に始まったということです。この総合農政ではですね、先ほどの基本法農政よりも、
さらに一層ですね、農家の労働力を農業以外の産業に動員する面が強まってきました。しかし、この基本法農政、総合農政の中で、増えたのはですね、農家に住みながら農業以外の産業に勤める、在宅通勤兼業であったわけです。そこで、兼業農家が増えるに従ってですね、この在宅通勤兼業を農業政策の中で、どのように位置づけたらいいのかということがですね、次第に重要な論点になっていきました。例えばですね、この資料の真ん中あたりに、書いてあることなんですけれども、総合の創業研究開発機構というところがですね、1981年に出しました農業自立戦略の研究というレポートがあります。これは通称ニラ報告、NIRA、ニラ報告などと呼ばれていますけれども、このレポートの中ではですね、具体的にどういうことが書かれているかというと、農業の将来像というものを打ち出しています。で、それによると、この少数の大規模経営とですね、多数のですね、ホビー農家からなる、そういう農業のあり方というものがですね、示されています。つまり農家さんがですね、その大規模経営とホビー農家の2つに分かれるということを想定しているわけです。でもっと積極的に、いや、2つに分けるべきだというようなところまでですね、踏み込んで言っているわけです。こういう議論のことをですね、ここに書いてますが、二階級構成論というふうに言っているわけです。ホビー農家っていうのはちょっと今ここで出てきた言葉なんですけれども、ホビー農家というのはですね、これは兼業農家なんですけれども、自分が持っている農地の大部分の管理、自分が持っている農地の大部分の耕作をですね、大規模経営に任せてしまって、休日の趣味として、農業をやっている。そういう農家さんです。で、したがって、兼業的なホビー農家さんというのはですね、これは、もう農業はですね、収入源としては、それほど重要な意味を持っていない。じゃあ何がその重要な収入源かというと、それはですね、兼業で、その安定的に得られる賃金収入がある。賃金でもって、収入を得ている。そして、その賃金の収入で、生活費用をですね、十分に賄えているわけです。極端なことを言うと、農業収入はもはや必要ない。それがですね、その兼業的なホビー農家です。で、こういうですね、二階級構成論に対してですね、その一方でですね、こういう二階級構成論を唱える人たちがいる一方で、その兼業従事者のですね、農業以外の勤め先の労働条件が一体、その労働条件の実態がどうなっているのかということをですね、一生懸命に調査して歩いた
研究者の方々が、この頃いらっしゃいました。で、そういう方たちはですね、調査して分かったことをですね、この、一番最後の資料ですね、のような図にですね、まとめました。で、これはですね、何を示しているのかというと、在宅通勤、先ほど言ったその在宅通勤の兼業従事者のですね、賃金を示したものです。農業以外の仕事の賃金を示したものです。で、横軸がですね、これは年齢なわけですね。横軸が年齢。で、縦軸が賃金の額です。在宅通勤の兼業従事者が多い農村の労働市場のことをですね、ここに書いてある地域労働市場と言っています。で、その地域労働市場の実態を明らかにする議論のことを地域労働市場論というふうに言ってるわけですが、その地域労働市場論が、明らかにしたことをですね、一つ言うとですね、一つだけ言うと、この兼業従事者の農業以外の就業先、雇用先の中で多いのはですね、この図の中で言うと、この底辺の部分だということなんです。この要するにその年齢に並行してですね、賃金が、いつまでも上がらない。この賃金の方たちが多いということが明らかになったということを主張しているわけです。ここに切り売り労賃というふうに書いてますが、これはですね、要するにその、パートさんだとかですね、あるいはその臨時雇いの、これは見ての通りですね、他の大企業だとか公務員の賃金と比べると、低い賃金であるわけです。でしかもですね、単純労働といいまして、何年勤めててもですね、その仕事に習熟するほどのですね、難しい仕事に仕事があてがわれるようなことがない。難しい仕事をやっていないので、年齢とともにですね、賃金が上がることもない。で、雇われている立場もですね、日々雇われて、日雇いだとかですね、あるいはパートさんという形で雇われているので、賃金が低いだけではなくて、雇われているその身分もですね、状態も不安定で、したがって、低いだけではなくて、安定的なですね、賃金収入が、保障されているわけでもない。つまり、低賃金、不安定就業だったわけであります。こういう労働条件のことを先ほど言葉が出てきましたけれども、切り売り労賃というふうに言っている場合があります。こういうですね、切り売り労賃の兼業はですね、先ほどの二階級構成論が想定したホビー農家の兼業とはですね、だいぶ様子が違っているわけです。二階級構成論が想定したのはですね、この図の中で言うとですね、上の方にぐっと伸びていく大企業、公務員賃金のような賃金でした。つまり、これはですね、その年齢とともにですね、だんだん立場が上がっていったり、あるいは難しい仕事についていって、賃金が上がっていく。年功賃金。そういうものが多いというふうに二階級構成論は想定していたわけです。で、ところが、地域労働市場論の方たちがですね、実態調査をやってみると、実際にはですね、
キルリ老賃が多かったということなんですね。で、こういうことからですね、その地域労働市場論をやっていた研究者の方たちはですね、農家はですね、二階級構成論が唱えるようにですね、単純に二分化していかないというふうに主張しました。でそして、兼業農家さんはですね、この雇われ先の低くて不安定な賃金をですね、農業所得で補わなくてはいけない。そのため、兼業農家は農業の規模をですね、なかなか縮小しない。兼業農家は自分が持っている農地を手放すようなことはしないというふうに主張したわけです。さて、以上がですね、1970年代の前半から80年代の前半ぐらいまでの状況であります。ところでですね、農業から農業以外の産業への労働力の流れ、流出という点で見てみると、1980年代の半ば頃にですね、決定的な転換期がやってきました。それはどういうことかというと、全国の雇用者の中に占めるですね、農家出身者のウェイトがですね、さらに著しく低下していきます。そして、農家出身者はですね、労働市場の中で、圧倒的な少数派になっていく、マイナーな存在になっていきます。でこれは、今日的な状況ですね。今、農家出身者の方というのは、労働市場の中で重要な、それほど大きなウエイトを占めていません。そういう今日的な状況が、80年代の中頃ぐらいから顕著になっていったということです。で先ほどですね、この表を見ながら、農外の新規雇用者に農家出身者が占める割合が、60年代の後半に7割程度であったというふうに言いました。この丸4ですね、丸4の数字を見ながらそういうふうに言いました。でところが、農外の新規雇用者に農家出身者が占める割合は、その後もですね、さらに大きく減っていって、で、この表に示してある80年代の中頃で見ると、8% にまで減っています。で、この表を見ながらですね、先ほど、その全国の雇用者の中で、その兼業従事者が占める比率は増えているというふうに言いましたけれども、その比率もですね、一番右の列ですが、1970年の21% をピークにですね、85年には15% にまで減ってしまっているわけです。で、ここまでをまとめますと、第二次大戦後の日本経済ではですね、農業が経済成長にとって必要な労働力の、重要な供給源として長らく機能し続けていました。しかし、経済成長とともにですね、農家人口は徐々に
減っていったわけです。そして、農家のですね、労働力供給源としての機能はですね、徐々に低下していったわけであります。で、その間ですね、えー農家労働力が農外に流れていく際の形もですね、変化していって、最初はですね、若年労働力、若い労働力の高等理村が多かったんですけれども、1970年頃からはですね、農村工業化と結びついた、在宅通勤兼業が増えていきました。しかし、そうであるにもかかわらず、全国の、全産業の雇用者の中で、農家出身者が占める比重はですね、さらに低下していったわけです。そして、1980年代中頃を転換期としながらですね、農家出身者は、全国の雇用者の中でですね、圧倒的にマイナーな存在になっていって、しまいました。さて、その農業、農家がですね、もはや農外の新しく雇われる人たちの、農外で新しく雇われる人たちの労働力供給源として機能しなくなってしまったということからですね、1980年代中頃以降の日本経済と日本農業にはですね、今から紹介するようなですね、いくつかの重要な変化が生じてきています。それを今から、見ていきます。まず、紹介したいのはですね、この図に示してある、失業率です。3本線がありますけれども、この真ん中のですね、折れ線が、失業率を示してあります。単位はですね、左側ですね。左側の縦軸に示してあります。で、この失業率、1980年代中頃以降ですから、ちょっとこれ、横に、年が寝てて分かりにくいんですけども、この辺りですね。この辺り以降ですね、失業率は、景気のいい公共期には急速に大きく低下して、景気の悪い不況期には反対にですね、失業率が急速に大きく上昇するというふうになりました。でなおですね、失業っていうのはですね、働く意思と能力を持ちながら働くことができない状態です。だから働く意思があるということですね、あくまでも。ですから世間で言われるニートさんというのは、働く意思がないという方たちなので、失業者の中には含まれないということですね。でそして、失業率というのはですね、労働力人口の中で占める失業者の比率です。その失業率がですね、1980年代中頃以降、景気とともに大きくですね、増えたり減ったりするようになりました。で具体的に見るとですね、80年代の後半というのは、この辺りですけれども、これは、バブル経済の好景気の時期でした。この時期ですね、失業率はここで見て分かると思うんですけど、ぐわんとですね、大きく低下したわけです。ところが、1990年代はですね、これは平成不況の時期ですね、この項ですね。で、この時期に、失業率は、大きく上昇したわけです。で、そして、2002年にですね、実は公共の時期があったんですけれども、2002年に始まった公共の時期があったんですが、
この時失業率はですね、再び大きくこういうふうに減少したわけです。でそして、2008年秋のリーマンショック後にですね、またやっぱり失業率がぐわんと上がった時期があったわけですね。でそして、このあたりになってくると皆さんも記憶にあるんじゃないかと思うんですけれども、2010年頃からですね、いわゆるそのアベノミクスの好景気の中でですね、失業率が、非常にですね、低下していったわけです。でそして、2020年、これはもうコロナ不況の時期にも入っているわけですけど、またですね、失業率が増えていってるわけですね。でところが、これ2021年まで、失業率を見ているわけですけれども、2020年から2021年まではですね、それほど失業率が大きく伸びていないわけですね。これは皆さんもご存知かと思いますけれども、持続化給付金だとかですね、雇用調整助成金というものがですね、企業の倒産を防いでいるので、失業率がですね、急に上がるというような状況に今なっていないということです。はい。それでですね、皆さん、これ、景気とともにですね、失業率が大きく変動するのは、もしかしたら当たり前のことだと思っているのかもしれませんけれども、実はですね、かつてはそうではなかったということなんです。これ1980年代前半までの状況を見てみると、これ一つにはですね、失業率は徐々に上がっていっていました。しかし、短期的にはですね、80年代の中頃以降のように大きくですね、波打って変化するというような状況ではありませんでした。失業率が長期傾向的に上がっていくというのはですね、これにはいろんな理由があるというふうに言われていますけれども、例えばですね、女性の労働力率が高まったというようなことが、失業率を徐々にですね、高めていっている要因だなどということを言っている方もいらっしゃいます。かつてはですね、専業主婦と言われるような方たちが多くて、景気のいい時にはですね、そのパートさんという形でもって仕事に行くんだけれども、景気が悪くなってくるとですね、またその家庭に戻る。で、その結果として、家庭に戻った方たちはですね、失業者にはカウントされないというようなですね、ことが、あったんだけれども、最近はですね、仕事を辞めたからといってですね、家庭に戻らないで、職安に行ってですね、仕事を探すというような方たちも増えてきて、それはやっぱり失業者を増やす要因になっているんだというような議論もあります。それはともかくとして、こういうですね、近年の失業率のメリハリのある動きですね。失業率が、景気とともにですね、大きく上がったり下がったりするということからですね、どういうことが言えるのかというとですね、それはですね、近年はこの失業者がですね、農外の企業に対するですね、労働力の供給源になっているということであります。つまり、かつての日本経済はですね、国内の農業から供給される労働力に大きく依存しながらですね、成長していたわけです。
つまり、農家労働力依存型のですね、経済成長を行っていました。しかし、今日ではですね、先ほど言いましたように、もはや、国内の農業に労働力を依存することができなくなった。そこで、不況の時期に失業者を作り出し、反対に好況の時期になってくると、不況の時期に作り出された失業者をですね、企業が吸収する。そういう形のですね、経済の在り方に転換していったわけであります。つまり、言うならば、失業者依存型の経済に転換してしまったわけであります。その転換の時期がですね、1980年代の中頃であったということであります。では、こうやってですね、失業者依存型の経済に転換すると、それに伴ってですね、他にどういうことが起こってくるのでありましょうか。例えばですね、ここに書いてあることですが、失業者依存型の経済ではですね、企業に雇われている労働者の一部をですね、企業にとって、都合の良い時にいつでも解雇することができる状態に、労働者の一部を置いておく必要が非常に残念なことなんですけれども、社会的に生じてくるわけです。こうしてですね、実際にも、1980年代以降ですね、いわゆる非正規雇用従事者という方たちがですね、社会の中で急速に増えていっています。皆さんご存知かもしれませんが、非正規雇用従事者というのはですね、雇われている際の身分がですね、パートタイマーであるとか、あるいはアルバイト、えー一番典型的なのは派遣社員、さらに契約社員、嘱託、そういう正社員以外のですね、形で雇われている方たちであります。でこういう非正規雇用従事者はですね、今やその全雇用者の4割に達しているというふうに言われています。言われているだけじゃなくて、統計的にも明らかになっています。この非正規雇用従事者の方たちはですね、その解雇についての保護規制の対象になっている、正社員、正規雇用従業員と比べてですね、不景気になると、真っ先にですね、企業による人員整理の対象になる方たちであります。リーマンショックの時にですね、派遣切りということが問題になりましたけれども、あれが非常に象徴的なことだというふうに思います。で続いてまた残念なことを申し上げなくてはいけないことは、その経済の在り方がですね、この農家労働力依存型から失業者依存型へと転換、するとですね、日本経済の活力は残念ながらですね、大きくそがれてしまいました。農家労働力依存型の経済ではですね、経済成長が国内の農家に豊富に存在していた労働力を吸収しながら行われていました。ですから、農家労働力依存型の経済は、活力に満ち溢れたものであったわけです。でそれに対して、
失業者依存型の経済ではですね、これは定期的にですね、失業者を大量に作り出さなければなりません。これは、失業者を作り出すというふうに今、簡単に言ってますけれども、これはですね、やはり多くの場合ですね、非常に苦渋に満ちた過程であるわけです。で、失業者の量もですね、これはもう政治的なやっぱり問題にもなりますから、それほど大量に作り出すということがそもそもできないものです。つまり、そういったことの結果として、失業者依存型の経済はですね、長期間の不況とですね、そして労働力制約というものがあるために、景気がいいと言ってもですね、実感の乏しい、底の浅い公共のためにですね、停滞的な経済になってしまっているわけであります。がしかしですね、日本企業自体は、こうやって国内に成長の可能性が乏しいからといってですね、えーそういう状況に甘んじているわけではありません。で、日本企業の展開は、今言ったような労働力の制約を逃れてですね、発展途上国で主に行われるようになっていっています。で、この図を見て、いただくとですね、この1980年、このあたりですね、1980年代の先ほどから言っている、農家労働力依存型から失業者依存型へのですね、経済の転換とともに、日本企業の対外直接投資と言われるものが急速にですね、増加していっています。対外直接投資っていうのは今出てきている言葉ですけれども、これは海外でですね、事業活動を行うために日本企業が投資を行うことです。外国への投資にはですね、事業活動を行わないものもあります。これは株を買ったりですね、経営権に影響を及ぼさないような形でもって株を買ったり、債券を買ったりするものですけれども、これをですね、間接投資と呼んでいるわけです。こういう間接投資と区別するためにですね、事業活動を伴うものをですね、直接投資というふうに言っているわけです。で、その直接投資が、この、棒グラフで見てもらうと分かりますけれども、80年代にですね、ぐわんとですね、増えていってるわけです。で、投資先の地域は、北アメリカだとかですね、ヨーロッパとかアジアでした。で、なおですね、この図は2004年までしか示していないように見えますけれども、ちょっと下の中でですね、小さな字で書いてあって恐縮なんですが、2004年以降の状況を書いてあります。これなぜ図の中に2004年以降の状況を書かないのかというと、データソースが違うんですね。データソースが違うので、データソースが違うものを同じ図に並べるというのもどうかなということで、古いデータのみこの図で示して、新しいデータは下の中に書き込むということにしています。はい。でしかも、データソースが違うだけじゃなくて、示しているデータも実は違ってて、2004年はですね、対外直接投資そのものを増やし、記してあるんですけれども、2004年以降はですね、これはネットの数値というふうに言ってますから、これは投資を行うのとですね、投資を引き上げるのと両方ありますが、その投資したものから引き上げたものを差し引いた数値が
中の中に書き込まれています。ですからそのネットの数字の方が、差し引いている分だけ小さいはずなんですけれども、それで見てもですね、ネットで見ても、2005年から8年が750億ドルですね。で、この750億ドルっていうのは、この図の上の方に示してある一番大きな数字が700億ドルに達してませんから、ネットの数字で見てもですね、2004年以降、増えてってるわけですね。2009年から12年が908億ドル。2013年から16年が1475億ドル。17年から19年が1974億ドル。ただし、2020年から2021年、これはコロナに入ってからですけれども、1479億ドルということで、19年から19年、17年から19年にかけてよりも、最近は減っていっているということですね。さすがにコロナになってから直接投資が減っていっています。で、この対外直接投資の増加なんですが、2000、ちょっと古いんですが、平成7年版の通商白書はですね、日本企業による対外直接投資の要因というものを分析しています。でそれによると、80年代後半から起こった日本の企業の直接投資の盛り上がりはですね、欧米諸国への摩擦回避型と東アジア向けのコスト志向型を中心としたものであったというふうにしています。でこの摩擦回避型というのはですね、この頃、80年代の中頃、日本企業の輸出がですね、外国で、失業を生み出しているという批判がありました。それで、日本企業が外国に行って人を雇えばですね、その失業者を増やしているという批判は当たらないだろうということで、日本企業がですね、盛んにその先進国に工場を建てるというようなことを一方では行っていたわけです。で他方で、ここで言っているそのコスト志向型というのはですね、途上国で低賃金の労働力を雇って、企業がコストを下げるということです。東アジア、とりわけその東南アジアの途上国と、中国の農村にはですね、この時、豊富な労働力がありました。中国以外ではその今日でもですね、労働力がまだ豊富にあるわけです。そういう豊富な労働力を利用するためにですね、日本企業は進出していっているわけであります。はい、ということで、本日の講義をまとめますと、戦後の日本経済はですね、当初は農家労働力依存型の経済成長を行ってきました。でそれが80年代に農家労働力がもう枯渇している、枯れてしまっているということが明白になってきますと、国内的にはですね、失業者依存型の経済に転換していったわけです。しかし、その一方で、日本企業はですね、急速に東アジア途上国など海外に展開していって、そこで新たにですね、農家労働力依存型の発展を行っているわけであります。はい、以上、本日はですね、東アジアコンプレックスの中心の動きを紹介いたしました。